1日で大須の古着屋さんを何店舗紹介できるかという企画で、ここまで73店舗紹介してきました。今回は大須の北東エリアを紹介していきます。まずはじめにラブベガスさんを紹介します。こちらはトラット、アイビー、ミリタリー、ワークなどジャンルがバランスよく揃うきれいめな古着屋さんです。個人的にシャツやコンブレなどきれいめな古着が好きなので、とてもお気に入りのお店です。続いてクロートさんを紹介します。こちらは栄の人気古着屋の大須支店になります。セレクト志向でザ古着だけじゃなくトレンド感も重視している印象です。続いてロエコさんを紹介します。こちらはジャム系列のセカンドラインでリーズナブルでカジュアルな古着屋さんです。若い世代や古着初心者の方でも手を出しやすいアイテムが多いお店です。続いてフィートセカンドさんを紹介します。こちらは 90s をメインにサブカルチャーや当時のストリートシーンを感じる古着屋さんです。特に T シャツがたくさんあり、音楽ものやキャラ T、企業 T など様々な T シャツがあります。ついに富士山デザインの遊具がある裏門前公園まで来ました。続いてはエッセンスさんに向かってます。エッセンスさんはイギリス、フランスをメインにヨーロッパで買い付けたミリタリーアイテムやデザイナーズブランドを取り扱っている古着屋さんです。名古屋でヨーロッパヴィンテージを探している方はぜひ行ってみてください。公園の隣を通って続いてはカーニバルさんを紹介します。こちらはヨーロッパとアメリカのヴィンテージ古着をメインに取り扱っている古着屋さんです。メンズ、レディース両方取り扱っています。先ほど紹介したラブベガスさんの系列店です。古着以外にちょっとした小物なども売っています。続いてセカンドストリート赤門通り店さんを紹介します。こちらは名古屋では比較的新しめのセカンドストリートです。1階がラグジュアリーやデザイナーズ、2階がレディース、3階がメンズになっています。ブランド古着をチェックしたい方におすすめです。続いてラブコネさんを紹介します。こちらはレディースの古着屋さんです。ポップな柄物や可愛いアイテムがリーズナブルな価格で手に入ります。カジュアルで個性派のファッションが好きな学生におすすめです。続いて古着屋ジャム名古屋店さんを紹介します。こちらは大手古着屋のジャムの名古屋店です。物量が多いので古着リグを楽しみたい方におすすめです。またお客さんも多く入りやすい雰囲気があるので古着初心者の方にもおすすめです。はい、ということで今日一日たくさん回ってきました。もう何店舗今日回ったかね忘れちゃったんですけど、YouTube で一番紹介している動画になったんじゃないかなと思ってます。ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。